優しい日本語ニュースをお話しします。日本で働く外国人の数が去年230万人を超えました。これは12年連続で過去最多になりました。日本では外国人が働く環境を良くするために、企業や個人事業主は外国人を雇ったときに、ハローワークに報告するルールがあります。このルールは2007年から始まりました。厚生労働省の発表によると、2023年10月の時点で、日本で働く外国人の数は230万2587人でした。前年の同じ時期より25万3912人増えました。これは 12.4% の増加です。2013年から12年連続で増え続けています。日本で働く外国人の国籍を見ると、次のようになっています。ベトナム57万708人、外国人全体の4分の1。中国40万8805人。フィリピン24万5565人。また、前の年と比べて増えた国は次の通りです。ミャンマー 61% 増加。インドネシア 39.5% 増加。スリランカ 33.7% 増加。このようにベトナムや中国、フィリピンの人が多いですが、ミャンマーやインドネシア、スリランカの人も増えています。日本では外国人が働きやすくなる制度があります。その一つの制度が特定技能というものです。2019年から始まった制度で、建設や介護などの16の仕事で特別な技術を持っている外国人が働ける仕組みです。この特定技能で働く外国人の数は20万6995人でした。これは人手不足を解決するために作られた制度です。厚生労働省は日本では働く人が足りなくなっている。そのため外国人労働者が増えていると考えられると話しています。特に医療、福祉、建設。この3つの仕事では、外国人労働者がとても増えているそうです。去年、日本で働く外国人の数は
230万人を超えました。これは12年連続で最多になっています。特にベトナム、中国、フィリピンの人が多く、ミャンマーやインドネシア、スリランカの人も増えています。日本では働く人が足りない仕事があり、特定技能という制度を使って外国人を増やす動きもあります。これからも外国人が働く環境を良くすることが大切です。今年の節分は2月2日です。千葉県にある成田山新勝寺で毎年行われる豆まきがありました。この豆まきには NHK の大河ドラマに出演している俳優や相撲の力士などが参加しました。成田山新勝寺では毎年節分会という行事があります。この行事では一年の幸せや田んぼのお米がたくさん取れることを願って豆まきをします。たくさんの有名人も参加するので毎年賑やかです。成田山新勝寺の豆まきは普通の豆まきと少し違います。普通は鬼は外と言って豆をまきます。でもこのお寺では鬼は反省すると言い伝えられているので、鬼は外とは言わず、福は内だけを繰り返します。この日は雨が降っていましたが、豆がまかれると、たくさんの人が手を伸ばして、幸せの豆を取ろうとしました。成田山では、1日に1200キロ以上の大豆や落花生を使って豆まきをしたそうです。参加した40代の男性は、雨でしたが豆まきが始まったら明るくなって春を感じました。最近は地震が多いですが、みんなが明るくなってほしいです、と話していました。成田山新勝寺の豆まきは、毎年多くの人が参加する大切な行事です。今年は俳優や相撲の力士などの有名人も参加して、たくさんの人が幸せを願いました。雨の中でも豆まきで明るい気持ちになった人もいて、春の訪れを感じることができました。これから日本はとても寒くなります。4日から北日本から西日本の日本海側では、強い冬の気圧の影響で雪や風が強くなる予想です。いつも雪が少ない九州や四国でも大雪になるかもしれません。
大雪や強い風、高い波に注意してください。また、寒さは1週間くらい続くので、3日のうちに家の中の備えをしっかりしてください。気象庁の予想では、6日の夕方までに降る雪の量は次の通りです。新潟県100センチ、東北、北陸、岐阜県70センチ。1、強い風と高い波。雪が降るだけでなく、全国的にとても強い風が吹きます。また、海の波も高くなり、海が荒れるところもあります。2、停電や倒れた木。たくさんの雪が木や電線につくと、木が倒れることや停電になることもあります。雪崩にも注意してください。3、強い雷や竜巻。寒い空気の影響で大気の状態が不安定になります。そのため、強い雷や竜巻が起きる可能性もあります。とても寒い日が1週間くらい続くので、早めに準備をしましょう。暖かい服や毛布を準備する。食べ物や飲み物を多めに用意する。ストーブやこたつの燃料を確認する。スマートフォンの充電器やモバイルバッテリーを用意する。外出の予定をもう一度確認して変更することも考える。今週はとても寒くなるので、体調にも注意してください。また、除雪作業をするときは、事故に気をつけることも大切です。特に雪が多い地域の人は、しっかり備えて安全に過ごしてください。最後まで見てくれてありがとうございました。来週もぜひ見てくださいね。日本で働く外国人の数が去年230万人を超えました。これは12年連続で過去最多になりました。日本では外国人が働く環境を良くするために、企業や個人事業主は外国人を雇ったときにハローワークに報告するルールがあります。このルールは2007年から始まりました。厚生労働省の発表によると、2023年10月の時点で日本で働く外国人の数は230万2587人でした。前年の同じ時期より25万3912人増えました。これは 12.4% の増加です。2013年から12年連続で増え続けています。日本で働く外国人の国籍を見ると、
次のようになっています。ベトナム57万708人、外国人全体の4分の1。中国40万8805人。フィリピン24万5565人。また、前の年と比べて増えた国は次の通りです。ミャンマー 61% 増加。インドネシア 39.5% 増加。スリランカ 33.7% 増加。このようにベトナムや中国、フィリピンの人が多いですが、ミャンマーやインドネシア、スリランカの人も増えています。日本では外国人が働きやすくなる制度があります。その一つの制度が特定技能というものです。2019年から始まった制度で、建設や介護などの16の仕事で特別な技術を持っている外国人が働ける仕組みです。この特定技能で働く外国人の数は20万6995人でした。これは人手不足を解決するために作られた制度です。厚生労働省は日本では働く人が足りなくなっている。そのため外国人労働者が増えていると考えられると話しています。特に医療、福祉、建設。この3つの仕事では外国人労働者がとても増えているそうです。去年、日本で働く外国人の数は230万人を超えました。これは12年連続で最多になっています。特にベトナム、中国、フィリピンの人が多く、ミャンマーやインドネシア、スリランカの人も増えています。日本では働く人が足りない仕事があり、特定技能という制度を使って外国人を増やす動きもあります。これからも外国人が働く環境を良くすることが大切です。今年の節分は2月2日です。千葉県にある成田山新勝寺で毎年行われる豆まきがありました。この豆まきには NHK の大河ドラマに出演している俳優や相撲の力士などが参加しました。成田山新勝寺では毎年節分会という行事があります。この行事では一年の幸せや田んぼのお米がたくさん取れることを願って豆まきをします。たくさんの有名人も参加するので毎年賑やかです。成田山新勝寺の豆まきは普通の豆まきと少し違います。普通は鬼は外と言って豆をまきます。でもこのお寺では鬼は反省すると言い伝えられているので鬼は外とは言わず福は内だけを繰り返します。この日は雨が降っていましたが、豆がまかれると、たくさんの人が手を伸ばして、幸せの豆を取ろうとしました。
成田山では、1日に1200キロ以上の大豆や落花生を使って豆まきをしたそうです。参加した40代の男性は、雨でしたが、豆まきが始まったら明るくなって、春を感じました。最近は地震が多いですが、みんなが明るくなってほしいです、と話していました。成田山新勝寺の豆まきは、毎年多くの人が参加する大切な行事です。今年は俳優や相撲の力士などの有名人も参加して、たくさんの人が幸せを願いました。雨の中でも豆まきで明るい気持ちになった人もいて、春の訪れを感じることができました。これから日本はとても寒くなります。4日から北日本から西日本の日本海側では強い冬の気圧の影響で雪や風が強くなる予想です。いつも雪が少ない九州や四国でも大雪になるかもしれません。大雪や強い風、高い波に注意してください。また、寒さは1週間くらい続くので、3日のうちに家の中の備えをしっかりしてください。気象庁の予想では、6日の夕方までに降る雪の量は次の通りです。新潟県100センチ、東北、北陸、岐阜県70センチ。1、強い風と高い波。雪が降るだけでなく、全国的にとても強い風が吹きます。また、海の波も高くなり、海が荒れるところもあります。2、停電や倒れた木。たくさんの雪が木や電線につくと、木が倒れることや、停電になることもあります。雪崩にも注意してください。3、強い雷や竜巻。寒い空気の影響で大気の状態が不安定になります。そのため、強い雷や竜巻が起きる可能性もあります。とても寒い日が1週間くらい続くので、早めに準備をしましょう。暖かい服や毛布を準備する。食べ物や飲み物を多めに用意する。ストーブやこたつの燃料を確認する。スマートフォンの充電器やモバイルバッテリーを用意する。外出の予定をもう一度確認して変更することも考える。今週はとても寒くなるので、体調にも注意してください。また、除雪作業をするときは、事故に気をつけることも大切です。特に雪が多い地域の人は、しっかり備えて安全に過ごしてください。